うーん。宣伝公演が終わってワンダーステージでの日々がまた始まったわけだが、宣伝公演で得られたような新しい刺激を受けることはめっきり減ってしまったな。もちろんまたワンダーステージで観客を笑顔にできるのは嬉しいことだ。慣れ親しんだ場所だからこそできることも多いしな。しかしあの時のような役者として成長する機会はこれからもぜひ欲しい。いっそいろいろな劇団を巡って武者修行をしてみるか。いや、しかし俺はワンダーランズショータイムの座長だ。自分の気持ちだけでワンダーステージから離れるわけにはいかん。フェニックスワンダーランドのキャストとして務めを果たしたいという思いも、夢を叶えたいという思いも、どちらも大事にした方がいい。どちらもか。もうこんな時間か。そろそろ練習に行かねば。こうして司之助一行はたくさんの人たちを笑わせ続けたのでした。めでたしめでたし。よし、最後の投資も問題ないね。これなら無事に明日の本番を迎えられそうだ。みんなでいっぱい明けましておめでとうしようね。そうだな。新年最初の笑顔を届けるぞ。ん？おう、今日は妙におとなしいな。昨日はあんなに走り回っていたというのに。解析しましょうか。あ！びっくりした。解析とは何だ？簡単に言うと、異常がないかチェックする機能がついたということさ。獅子舞ロボさんの健康診断ができるっていうこと？じゃあせっかくだし解析してもらおっか。了解しました。解析開始します。解析終了。機能面に異常はありません。ん？そうなのか？はい。なのでもしいつもと違うと感じられるのであれば、しょんぼりしているのではないかと。獅子舞ロボさん、しょんぼりしてるの？なんで？明日が本番なのに。いや、ロボがしょんぼりとは？もしかすると明日が本番だからこそかもしれないね。獅子舞ロボはお正月の時くらいしかショーに出る機会がないからね。この前倉庫から出した時もとても嬉しそうに見えた。けれど明日のショーが終わったらまたしばらくお役御免になると思って落ち込んでいるんじゃないかな。それならこれからはお正月じゃなくてもたくさんショーに出してあげようよ。いろんなところでいろんなショーができたらきっととっても楽しいし。そうだね。できれば僕もそうしたいけれど。ただ獅子舞ロボは獅子舞として使うことを前提に作っているから汎用的に使うのは少し難しいんだ。できる動きも制限されているしね。そうなんだ。おう。獅子舞という性質上、正月以外のショーに出すのは難しいか。しかしロボとはいえきっとこいつももっとショーに出たいと思っているのだろうな。それこそもっと機会を与えられたら
こいつも何か得られるかもしれん。ならばワンダーステージだけじゃなく、どこか場所を借りていろいろな場所で公演するのはどうだ？いろんなところで？それ楽しそう。でもさすがに今からは無理じゃない？今日はもう大晦日だし、もしやれるとしても獅子舞ロボとネネロボを持っていく手配も必要でしょ。それに公演許可ももらわないといけないしね。そう考えると少々時間が足りなそうだけれど。そうだ、M の兄たちに相談してみるのはどうだ？お願いしたら許可を取るのは手伝ってもらえそう。でもお兄ちゃんたちお正月はパーティーとかですごく忙しいって言ってたから難しいかも。ならば他に協力してくれそうな人物を探さねば。もしかして練習もう終わっちゃったかな？今の声は。お姉ちゃんって M の？確かにお姉さんがいるという話は聞いていたけれど。はじめまして、 M の姉の大鳥ひなたです。司くんにねねちゃんにるいくんだよね。いつも M がお世話になってます。はい、こちらこそいつもお世話になっております。ところでお姉ちゃん、どうしたの？何か用事？実はみんなのお正月のショーを参考にさせてもらおうと思って。俺たちのショーを参考に？私大学で小さな子が楽しく勉強するためにはどうすればいいのかっていうことを勉強しててね。それで今度フィールドワークとして保育園の子どもたちと一緒に出し物をしようっていう話になったの。だから小さい子にも人気なみんなのショーを見せてもらおうと思ったんだ。なるほど、そういうことだったんですね。ちょっとタイミングが悪くてショーの練習は終わっちゃってるみたいだけど、でも来てみてよかったな。いい話が聞けちゃったし。いろんなところでショーをやろうって考えてるんでしょ？それなら手伝うよ。運転なら私もできるしね。お姉ちゃん、ありがとうワンダホイ。本当にいいんですか？私もみんなのショーを見たいし、手伝わせてもらえると嬉しいな。ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。